皆さん、こんにちは。プロボーラーの小林哲也です。今日もですね、先日、ロバートプロと一緒に練習をさせていただきました。で、この際にですね、いろいろと僕の方でも、最近のこの課題だったりとか、練習方法とかいろいろとお話をさせていただいて、約3時間くらいですかね、一緒に、投げさせていただきました。で、その中で、ロバートプロといろいろ話しながら、最近どうしても僕も試合の中でウレタンボールを使ったりする機会が多くて、で、先日のグリコでは、久しぶりにリアクティブのボールを使いました。で、やっぱりリアクティブとウレタンを投げるときに若干のこの投げ方というか、このタイミングとかが変わってきてしまってるんですね。で、やっぱ知らず知らずのうちに投げ方とかタイミングっていうのが少しずつずれてきてる。そんなような、形が、すごく見受けられて、で、ロバートプロもいろいろと指導をいただいて、ちょっと動画を撮っていますので、その動画を見ながら、何が変わると、そのサムダウンだったりとか、アクションのタイミングだとか、ボールを押し出す、そういったところの、お話を、していこうかなと思います。で、今日の話のメインは、リズムですね。一番はリズムです。歩くリズム。僕の場合は5歩助走ですので、1、2、3、4、5。このリズムを自分の中では心の中で唱えてるんですけども、今、下の方にちょっとコメントで書いてありますけども、リズムタイミングが遅い。で、3、4、5ではなくて4、5になってるっていうのを、ちょっとこれから動画を見ながら、ちょっと、レッスンの方、僕の方でね、こういった形で、改善していくと少しずつ良くなるよっていうのをお伝えできればと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただきたいと思います。それでは、早速やっていきたいと思います。まずはですね、こちら普通にリズムが遅いバージョン、ちょっと見ていただきたいと思います。これ微妙なので、次の動画でもスローに流してますけど、ちょっと見ていただきたいと思います。ここから1、2、3、4、5なんですよね。どうしてもここで2歩目から3歩目、本来であれば、ここから3、4といかなきゃいけないんですけど、3、4が遅れてきてしまうんですよね。戻します。2歩、3、4。で、4、5だけ速くなってしまう。こういった、状況が続いてました。で、ちょっとスローで見るとより分かりやすいかなと思います。1、2、3、4、5っていうのが、多分すごく分かりやすいですよね。で、これをずっと指摘されてて、でも自分の中では、3、4、5のこのタイミングでやってるつもりなんですよね。それでもできていない。何がいけないのかなっていう話をしていて、なかなかうまくいかなかった時に、まずは、練習方法として、散歩助走、行いました。やっぱり散歩助走を行うことによって、もういきなりバババッと行かなくちゃいけないので、このリズムを作るにあたって非常に大事な部分になってきますので、この散歩助走をやることによって、少しずつこの足の運びっていう感覚を、ちょっとずつ思い出してきた。そんなような形になってきました。で、ここから、ちょっとね、動画の方続けて見ていきたいと思うんですけども、この後、これも同じです。3、4。はい。これも同じですね。リズムがうまくいかないですね。4、5だけ速いんですよね。なので、体もちょっと上がりやすくなる。3、4、5っていう話、状態でいくことによって、体の状態がずーっとまっすぐフラットな状態でいくんですけど、4、5でいくと少し体が上がってしまうんですね。4、5っていう感じで。これがですね、微妙にやっぱり、アクションをかけるときに、リフトターン、ちょっと引っ掛けるような動作を描いてしまっています。3、4、5って体上がってますよね。はい。こういったところを少しずつ、意識をしながら、練習していきました。次の投球では、今度は下半身が使えずに、腕投げになってるバージョンです。これはですね、多分あるあるです。非常にあるあるです。いきます。はい。なのでバランスが崩れちゃうんですね。早く行こう、早く行こう、早く行こうって思えば思うほど力が入ってしまって、で、どうしても下半身で行くつもりが、腕で振る感覚になってしまうんですよね。で、これが一番分かりやすいのはこのプッシャー A の、前回も前のお話も動画でさせていただいたんですけども、その話と一緒なんですよね。ちょっとスローで再生します。1、ここで振っちゃうんですよね、ここで。はい。ボールを振ってしまってます。なので、力が入ってしまって、確かに足は動いてるんですけども、足以上に腕投げが先行してしまってる。上半身を使って投球してしまうことによって、どうしても体のタイミングっていうのはブレてきますよね。上がっちゃう、力が入っちゃう。
なのでバランスが崩れるという原因に、なってしまいました。この感覚っていうのは非常に難しくて、僕もこう、足で足ってイメージでやってるんですけど、どうしてもこう早く行こうと思った時に、最初に僕がお伝えしたような感じで、1、2、3、4、5って行こうとすると、自分の中ではそのつもりなんですけども、1、2、3、4、5っていう感じになってしまうんですね。なので、それを急ごうって思うと、1、2、3、4、5みたいなこういう感じのリズムになっちゃうんですね。で、そうするとリズムがなくなってしまって、タイミングが合わなくなってしまいまして、結果どうなるかというと、腕投げになってしまうんですね。で、これが非常に分かりやすい動画の例になります。もう一回いきます。ちょっとスローでいきますね。ここから早いんですよね。1、2がもう、2、3でいて、もう腕で振ってますよね。腕で振ってるので、やっぱトップからの位置っていうのが、ちょっとボールがいつもより高くなってしまいますね。腕投げしちゃってる分。なので、早く振ってしまって、ちょっとバランスが崩れるという形になりました。で、この後もずっと練習していきながら、いろいろ少しずつ感覚をつかんでいったんですけども、で、ここからですね、少しずつ合ってきました。いきます。1、2、3、4、5と。はい。さっきの動画と結構違うの分かりますかね。まずトップの位置が少しちょっと低いですよね。はい。ボールが、要は上ではなくて後ろに引っ張られる動作。これが浮遊っていう形ですよね。よく言われている。浮遊ってやっぱり難しいんですけども、僕も、先日練習した時に、もうこれは良かったっていうのは本当に数頭でしたね。でもやっぱりそれを少しずつその精度を上げていかなければ、もっともっとこのボールを押すタイミングだったり、パワーを発揮するっていうのには伝わらないので、ここの浮遊っていうのは作るものではなくて、感じるもの、感じるというか、勝手にできるものになります。で、これをするにはやっぱり足の動作っていうのは非常に大事で、やっぱり基礎的な話ですけども、0歩助走やって、1歩助走やって、3歩助走やってっていう、こういった、基礎的な練習ができないと、この足っていうのが使えないなっていうのを改めて、実感をしております。まだまだ全然使えてはいないんですけども、少しずつこうやって形で良くなって、きております。はい。で、また次もですね、1、2、3、4、5という感じで、はい。だいぶコンパクトになってきたの分かりますかね。でもスピードは上がってるんですよね。で、僕の場合は、これは結構女性の方とか悩みが多いと思うんですよね。例えばピンがあって、フッキングポイントまでボールを持っていきたい。でも、その手前でボールが曲がっちゃう。どうやったらそこに持っていけるかなって。要は押し出そうとする。でもそうすると力が入って腕投げになってしまうみたいな、そういった動作を、する方っていうのは非常に多いんですね。で、それは僕も一人です。で、僕もどっちかというとこう体も小さくて、力もそんなあるわけではないので、やっぱりこのパワーで押し出そうとした時に、どうしても腕の方先行になっちゃうんですね。で、それがやっぱり悪い癖になってしまって、逆に力が入って引っ掛けてしまって失速してしまう原因になってしまったりします。で、今回は、こういった、状況も考えて、今後、試合でもやっぱりボールを押し出さなきゃいけない場面っていうのが出てきます。いろんな場面で出てくるんで、その時にやっぱり少しでも、フッキングポイントにボールを持ってくれれば、アジャストしやすくなるんですよね。だから、レーンが例えば結構オイルが多ければそんなに必要ないんですけど、ちょっと遅くなってきたりとか、後半の時とか、例えば、幅を取りたくない時とかっていうのに、押し出したいと思った時には、やっぱり足の動作っていうのが本当に大事になってきます。で、やっぱりこのリズム、タイミングが合ってくれば合ってくるほど、球の所属感っていうのがすごく出てくるんですよね。リズム的に言うと、所属感が出てきます。足の運びもだいぶ速くなってきたんで、はい、少しずつですけども、こういった形で歩く速度を速めていってます。1、2、3、4、5と。はい。そうすることによって自然と、早く歩くとバランスが崩れるようなイメージがあるかもしれませんけども、実際はそんなことなくて、やっぱりタイミングが合ってるんでしっかり止まれるんですよね。僕前回のお話で、なかなか足が止まれないっていう話をずっとしてきたと思うんですけども、で、やっぱり、止まり方もありますよね。こうフィニッシュで。やっぱりつま先ばっかりで集中してしまうと、やっぱり体が突っ込んでしまったりして、なかなか止まれなかったりしますけども、つま先からかかと、真ん中ぐらいからこうかかとでこういう風な感じで止まるようになれれば、しっかり安定して止まれるようになります。で、これはね、不思議とリズムとかタイミングが合ってくると、しっかり止まれるようになってくるんですよね。
多少のそのバランスの前後っていうのは、またちょっと次の動画で話をしていきたいと思うんですけども、足の運びだけでも、かなり安定的なフォームというか、再現性も上がるかなと思います。ちょっと最後にスローですね、これが。はい。プッシュアウェイして力入ってる状態ではないので、球が上がらないですね。はい。なので、頭がほとんどぶれない状態で動けるんですよね。引っ掛けてないので、ずっと頭の位置っていうのは変わらない。この状態を作ることができてきました。僕自身もこれはまだまだですね。今日の動画で、お伝えしたいことっていうのは、やっぱり歩くリズム。例えば4歩助走の方であれば結構難しいです。でも、もう1歩目からしっかり手と足を出さなくちゃいけないので、ボールを出す、プッシュアウェイのタイミングも大事になってきます。で、1、2、3、4。はい。4歩助走の方は、1、2、3、4。はい。このリズムを作ることで、しっかりと、ボールを運ぶことができます。で、自分が思ってる以上に、動画を僕も毎回撮ってやってますけども、相当自分の中で速く歩いてるつもりでも、実際には微々たるもんですよね。多分、以前の動画とか、僕の、過去の動画とか、試合の動画を見ても、パッと見てはわからないですね。こういったお話をしないとなかなかわからない部分っていうのは非常に多いのかなと思いました。このリズム、プッシュアイのタイミング、歩く速度、こういったところを注意していくといいかなと思います。で、一つ注意点があって、僕もこれは言われてることなんですけども、おなやりたいこといっぱいあるじゃないですか。多分皆さんも。これをやりたい、曲げたい、コントロール上げたいとか。で、やっぱり1個にまずは集中すべきだと思うんですよね。で、それが結果的には全部が良くなってくる可能性っていうのは高いです。2個も3個もやろうと思うと、多分頭こんがらがって結果悪い状態になります。なので、僕なんかも今回この練習とかでも、この足だけを意識しました。はい、この時はずっとこの足だけ。1、2、3、4、5。この2、3、4、5っていうこのリズムだけ。この足がやっぱり止まってきてしまうんですよね。どうしてもなかなか動作の中で。で、やっぱそれをなんとかしないようにっていうので、やってきてるので、やっぱり考えることは一つです。大事なことは。まずはそういったところを自分で何を原因が悪いところとか見つけていただいて、で、自分の根本的な課題っていうのが見つかれば、あとはそれを対して練習することだと思います。で、僕らこのコバティでもずっと言ってる話なんですけども、やっぱりこのリズムとかタイミング、非常に大事な部分です。やっぱりバランス感覚を補う上でリズム、タイミングが合ってなければバランスは合わないですよね。プッシュアイのタイミングが遅れてしまえば、どうしても腕で振らないと間に合わなくなってしまうので、必然的に力が入ってしまって、体がぐらついてしまう。歩く速度もリズムがなければ、ただ歩いてるだけなので、確かに止まれるかもしれませんけども、ボールにパワーは伝わらなくなりますよね。はい。野球とかでよく話をしますけども、ただポイって投げるよりも、やっぱり足を使って投げた方が絶対にボールの加速感とか強さっていうのは増しますよね。それと同じことです。ぜひですね、この速度とか、スピードが上がらないとか、ボールを押し出したいっていう方は、ちょっとこういったところを意識していただくと、より、強いボールが投げれるかなと思います。そして冬って言ってますけども、これも自然と感じるものです。手首力抜きましょうとかいろいろありますけども、これはいろんなパターンです。多分手首の力を抜いて合う人もいます。で、僕みたく足の速度を速めることによって結果冬を感じる方もいます。これはいろんなパターンがあるので、ぜひ、パターン的に言うとやっていただきたいと思います。特に力入ってくれる人は、まずは手の状態ですね。ここは上半身というのは力入ってない状態。グリップテンションですね。握らないような形でしっかりと持って、ボールを支えてあげる。そして、足の速度、しっかりと意識することによって、自然とこの冬っていうのを感じてくるかなと思います。今日はちょっと、簡単なような話ではありますが、やると意外と難しい、そんなようなお話を、させていただいております。なかなかですね、このタイミングっていうのは難しいんで、頭の中とか、まずは口でね、数えながら、1、2、3、4、5というこういう形で、できるように、ぜひね、皆様も、練習の方を行っていただきたいと思います。今日は、スピードアップ、そしてボールを強くするコツについてお伝えさせていただきました。それではまた次回もお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。コバ TV では、メンバーシップというものを始めました。月額990円コースと2990円コース、この2つを用意いたしました。詳しくは
概要欄に貼っておきますので、皆様興味ある方はぜひ見ていただきたいと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。